今日も一日、ご苦労様でした。このチャンネルは、あなたを心地よい睡眠へと誘う、朗読チャンネルです。ミステリーと裁判の緊張感とともに、心地よい眠りへと誘う物語をお楽しみください。眠りの世界へと導く物語をお届けします。この動画は、法廷ミステリー、オリジナルストーリーを5話お届けします。当チャンネル、眠りの語り部では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。偽りの供述。東京、銀座。華やかな街灯が灯る夜の銀座に、突如として銃声が響き渡った。高級クラブ、シャンパンタワーの2階個室から、悲鳴が聞こえた直後だ。第一発見者は、クラブの従業員である田中花子。客の一人が個室から飛び出してきて、誰かが撃たれた。と叫んだという。現場に急行した警視庁銀座署の刑事、佐藤健太は、個室のドアを開けた瞬間、目を疑った。血まみれの床に、著名な起業家である青山一郎が倒れていた。彼の胸には、銃弾痕が鮮明に残っていた。青山一郎は、IT 業界の新興企業、サイバーフロンティアの創業者であり、カリスマ経営者として知られていた。その彼が、なぜこのような場所で殺害されたのか。佐藤は現場を慎重に調べ始める。室内には、倒れたシャンパングラスやグラスの破片が散乱していた。壁には血痕が飛び散り、戦いの後を物語っていた。被害者のポケットからは、高級スマートフォンと現金数万円が発見された。財布は持ち去られていた形跡はない。目撃者によると、事件発生直前、青山一郎と複数の男性が個室で口論している様子が目撃されていたという。その中には、サイバーフロンティアのライバル企業である、テクロックの社長、田辺茂樹の姿もあった。佐藤は、田辺茂樹をはじめとする関係者への聞き取りを開始する。しかし、誰もが犯行を否認し、アリバイも成立していた。事件は迷宮入りかと思われたその時、現場に残されていた小さな物証が、佐藤の目に留まる。それは、被害者のシャツに付着していた、微量の繊維だった。その繊維は、高級スーツにしか使われていない特殊な素材のものであった。佐藤は、この繊維が事件の鍵を握ると直感する。佐藤健太は、現場で発見された繊維を分析機関に送付した。その結果、繊維は高級スーツメーカー、サビルロ製の衣服のものであることが判明した。佐藤は、サビルローのスーツを所有している人物を洗い出す。その中には、事件の目撃者である田辺茂樹も含まれていた。佐藤は、田辺茂樹を再び尋問する。田辺茂樹は、事件当日は確かに青山一郎と口論していたことを認めたが、殺害には関与していないと主張した。しかし、佐藤は田辺茂樹の言動に不自然な点を感じ取る。田辺茂樹は、事件発生時のアリバイを証明するために、複数の証人を用意していた。しかし、その証言には食い違いがあった。佐藤は、田辺茂樹の周辺人物にも聞き込みを行う。すると、田辺茂樹が青山一郎に多額の借金をしていることが判明した。
さらに、田辺茂樹は、事件発生直後に海外へ逃亡しようとしていたことも発覚した。これらの証拠から、佐藤は田辺茂樹が事件の犯人であると確信する。しかし、決定的な証拠はまだつかめなかった。佐藤は、田辺茂樹の自宅を家宅捜索する。すると、彼のクローゼットから、被害者の血痕が付着したサビルローのスーツが発見された。これが、佐藤にとって決定的な証拠となった。佐藤は、田辺茂樹を逮捕する。田辺茂樹は、最初は犯行を否認していたが、証拠を突きつけられると、とうとう自供した。田辺茂樹は、青山一郎から多額の借金をしており、返済を迫られていた。その日、青山一郎と口論になり、ついカッとなって射殺してしまったという。事件は、佐藤の執念によって解決した。しかし、佐藤の心には、複雑な思いが残っていた。なぜ、田辺茂樹は青山一郎を殺害しなければならなかったのか。その背後には、何かしらの闇があったのだろうか。佐藤は、事件の真相をさらに深く探っていくことを決意する。田辺茂樹は、殺人罪で起訴された。検察官は、田辺茂樹が計画的に青山一郎を殺害したと主張した。一方、田辺茂樹の弁護人は、犯行は偶発的なものであり、計画性はないと主張した。裁判は、全国の注目を集めて行われた。法廷では、検察官と弁護人が激しい論争を繰り広げた。検察官は、田辺茂樹が被害者から多額の借金を抱えていたこと、事件当日に被害者と口論していたこと、現場から被害者の血痕が付着した田辺茂樹のスーツが発見されたことなどを証拠として提示した。一方、弁護人は、田辺茂樹が犯行を自供しているものの、自供内容は信用できないと主張した。また、田辺茂樹には犯行時のアリバイがあり、目撃者による証言も存在すると主張した。裁判は、数ヶ月にわたって続いた。その間、佐藤健太は、事件の真相をさらに深く探っていた。佐藤は、田辺茂樹と青山一郎の関係について、関係者への聞き込みを続けた。その結果、田辺茂樹と青山一郎は、ビジネス上の取引において対立していたことが判明した。さらに、青山一郎は、田辺茂樹の会社に関する不正情報を握っていたことも判明した。佐藤は、これらの情報から、田辺茂樹は青山一郎を殺害することで、不正情報を隠蔽しようとしたのではないかと推測する。佐藤は、これらの情報を検察官に伝え、田辺茂樹の動機を裏付ける証拠とするよう求めた。検察官は、佐藤の提供した情報に基づき、田辺茂樹の動機を再捜査した。その結果、田辺茂樹が青山一郎を殺害することで、不正情報を隠蔽しようとしたという確信が得られた。検察官は、裁判で田辺茂樹の新たな動機を提示し、論告を修正した。田辺茂樹の弁護人は、検察官の新たな主張に反論を試みたが、決定的な証拠には至らなかった。裁判は最終盤を迎えていた。検察官は、田辺茂樹が青山一郎を殺害した動機として、多額の借金と不正情報の隠蔽の両方を主張した。一方、田辺茂樹の弁護人は、田辺茂樹は確かに犯行を自供しているものの、
実況内容は信用できないと主張し、依然として無罪を訴えた。法廷では、検察官と弁護人が激しい論争を繰り広げた。検察官は、田辺茂樹が被害者から多額の借金を抱えていたこと、事件当日に被害者と口論していたこと、現場から被害者の血痕が付着した田辺茂樹のスーツが発見されたことなどを証拠として提示した。また、田辺茂樹が青山一郎の会社に関する不正情報を握っていたこと、その情報を隠蔽するために青山一郎を殺害しようとしたことを示す証拠も提示した。一方、弁護人は、田辺茂樹の自供内容は警察の取り調べによる虚偽の供述であると主張した。また、現場から発見された田辺茂樹のスーツの血痕は、第三者によって付着された可能性があると主張した。さらに、田辺茂樹には犯行時のアリバイがあり、目撃者による証言も存在すると主張した。裁判長は、検察官と弁護人の双方の主張を慎重に聞き取り、判決を下した。判決の結果は、裁判長は、田辺茂樹被告に、懲役20年の判決を下した。田辺茂樹被告は、無罪を主張していたため、判決に不服を申し立て、控訴した。しかし、控訴審でも、田辺茂樹被告の有罪判決が支持され、刑が確定した。事件は、これで終結したかに思われた。しかし、佐藤健太刑事の心には、まだ疑問が残っていた。田辺茂樹被告は、確かに青山一郎を殺害した。しかし、その背後には、何かしらの闇があったのではないだろうか。佐藤は、事件の真相をさらに深く探ることを決意する。佐藤は、田辺茂樹被告と親交のあった人物への聞き込みを続けた。その結果、田辺茂樹被告が、裏社会の暴力団と関係していたことが判明した。さらに、青山一郎が、暴力団の資金洗浄に関与していたことも判明した。佐藤は、これらの情報から、田辺茂樹被告は、青山一郎を殺害することで、暴力団との関係を隠蔽しようとしたのではないかと推測する。佐藤は、暴力団関係者への捜査を進めた。その結果、暴力団が、青山一郎を殺害するように田辺茂樹被告に指示していたことが判明した。暴力団は、青山一郎が暴力団の資金洗浄に関与していたことを知っており、それを口封じするために殺害を指示したという。佐藤は、これらの証拠を裁判所に提出した。裁判所は、佐藤の提供した証拠に基づき、田辺茂樹被告に対する再審理を行った。再審理の結果、田辺茂樹被告の無実が証明され、判決が覆された。真犯人は、暴力団関係者であることが判明し、逮捕された。事件の真相は、ようやく明らかになった。佐藤健太刑事の執念によって、真犯人が法の裁きを受けることができたのである。裁判の影。札幌の寒い冬の日、雪がしんしんと降り積もる中、静かな住宅街で資産家の娘が誘拐されたという報告が、山本大輔刑事のもとに届いた。彼はすぐに現場へと向かう。現場は閑静な住宅街にある豪邸。大輔はその冷たい空気の中、被害者の父親である資産家の吉田和夫に事情を聞く。
吉田は震えながら、娘の美咲が昨日の夕方から帰ってこないんです。と語った。大輔は現場周辺を調査し、近隣住民への聞き込みを開始した。すると、一人の目撃者が、昨晩、不審な車がこの辺りをうろついていた。と証言した。その車の特徴をもとに、大輔はさらに詳細な情報を求めて動き出した。彼はまず、防犯カメラが設置されている場所を確認し、映像の解析を行うことにした。市内の防犯カメラセンターで映像を確認すると、確かに不審な車が映っていた。車のナンバーから所有者を特定し、捜査が進展する。その頃、吉田家では警察の捜査に協力するため、友人や関係者たちが集まっていた。中には、吉田の古くからの友人であり、地元の有力者でもある田中一郎の姿もあった。彼は、何か手伝えることがあれば言ってくれ。と大輔に申し出た。大輔は田中の協力を得ながら、捜査を進めていく。だが、この時点では田中が事件に関与しているとは夢にも思わなかった。一方で、捜査は急を要する。被害者の無事を確認するため、あらゆる手段を尽くして事件の真相に迫る必要があった。雪の降る札幌の街で、山本大輔刑事の新たな挑戦が始まった。彼は心の中で、必ず美咲さんを救い出す、と固く決意し、捜査に全力を注いでいく。山本大輔刑事は、目撃者から得た不審な車の情報をもとに、札幌市内の防犯カメラ映像を確認していた。映像には、事件当日の夕方、不審な動きをする黒いセダンがはっきりと映っていた。車のナンバーを特定し、所有者が判明すると、大輔はすぐにその人物の居住地へ向かった。車の所有者は小林直樹という男性で、近くの住宅街に住んでいた。大輔が訪れると、小林は驚いた様子だったが、協力的に話を聞かせてくれた。彼は、その夜は友人と飲みに行っていた。と語り、アリバイを主張した。友人の名前を聞き出し、確認するための手配を行う。その後、大輔は吉田家に戻り、捜査の進展状況を報告した。捜査に協力してくれている田中一郎も同席していた。田中は、小林さんのことは少し知っているが、彼がそんなことをするとは考えにくい。と述べ、捜査の進行に関心を示していた。大輔は再び警察署に戻り、防犯カメラ映像を詳しく調べた。小林の車が映っている映像を時間ごとにチェックしていくと、その車が事件現場近くに長時間停車していたことが分かった。これは小林のアリバイを崩す重要な手がかりになるかもしれない。一方で、大輔は吉田家の関係者全員のアリバイも確認する必要があると考え、再度聞き込みを行った。被害者の友人や家族、さらにその周囲の人々から証言を集める。田中一郎の協力もあり、捜査は順調に進んでいたが、どこか引っかかる点が残った。その夜、大輔は一つの新たな証拠を手に入れた。近隣の防犯カメラには、吉田家の前に不審な人物が立っている姿が映っていた。人物はフードを深くかぶり、顔はわからなかったが、体型や歩き方からして小林ではない可能性が高かった。翌日、大輔は再び小林に接触し、詳細なアリバイ確認を行った。彼の友人に確認したところ、
小林がその時間に飲み会に参加していたことが証言された。しかし、大輔は防犯カメラの映像と小林の証言に矛盾を感じ、さらに追及することを決意した。その後、大輔は吉田家に戻り、捜査の進展状況を報告した。田中一郎が再び協力を申し出てくれたことで、大輔は彼と共に小林の周辺を再調査することにした。田中の広い人脈を活用し、情報を集めることができたが、それでも決定的な証拠には至らなかった。山本大輔刑事は、事件の核心に迫るため、さらに詳しい捜査を続ける決意を固めた。不審人物の正体を突き止め、美咲さんを無事に救い出すために、彼は全力を尽くす。札幌の冷たい夜は、ますます深まっていった。山本大輔刑事は、不審人物の正体を突き止めるために、防犯カメラ映像を再度精査していた。不審な動きをする人物が映っていたが、その人物が誰なのかはまだわからない。小林直樹のアリバイに関しても、何か釈然としないものを感じていた。翌朝、大輔は小林の周辺をさらに詳しく調査することに決めた。彼は同僚の刑事と共に、小林の職場や彼の行動範囲を詳しく調べた。職場の同僚や友人から話を聞くと、小林が何かを隠しているような素振りがあったことがわかる。特に、事件当日の夜に彼が携帯電話を頻繁に使用していたことが判明した。大輔は小林の携帯電話の通話記録を調べることにした。通話記録を確認すると、事件当日の夜に複数回、特定の番号と連絡を取っていたことが分かった。その番号の持ち主は不明だったが、何か重要な手がかりになる可能性があった。一方、田中一郎は自らの人脈を使い、事件に関する情報を集めていた。彼は大輔に、小林直樹が怪しいと感じるのはわかるが、彼の背後に何かもっと大きな陰謀が隠れているのではないか、と示唆した。大輔は田中の意見を参考にしつつ、さらに捜査を進めることにした。小林のアリバイが虚偽である可能性を探るため、当日の詳細な行動を再度確認し、関係者への聞き込みを強化した。さらに、小林の住居を訪れ、家宅捜索を行う許可を得るための準備を進めた。その夜、大輔は再び防犯カメラの映像をチェックしていた。小林の車が映っている映像の時間帯を詳しく分析すると、車が現場近くで停車していた時間が長いことが確認された。これは、小林が事件に関与している可能性を強く示唆していた。翌日、大輔は小林の住居に家宅捜索に向かった。家の中を詳しく調べると、いくつかの怪しい物品が見つかった。その中には、事件当日に使用された可能性のある道具や、不審なメモが含まれていた。このメモには、吉田美咲の行動に関する詳細な情報が記されており、彼が長期間にわたって彼女を監視していたことが示唆されていた。小林は取り調べで最初は白を切っていたが、証拠が揃うにつれて、次第に追い詰められていった。大輔は冷静に彼を問い詰め、ついに小林は、自分はただの協力者だ、と口にした。彼の背後には、さらに大きな黒幕がいることが明らかになりつつあった。田中一郎はこの情報を聞き、大輔に、やはり背後にはもっと大きな陰謀がある、と話した。彼らは協力して、小林の通話記録に残された番号の持ち主を特定し、その人物が真の黒幕である可能性を探ることにした。
山本大輔刑事は、真相に迫るため、さらなる捜査を決意した。札幌の冷たい冬の夜は続くが、彼の決意は揺るがない。美咲さんを救い出し、真実を明らかにするために、全力を尽くしていく。山本大輔刑事は、小林直樹の取り調べを進める中で、彼が、自分はただの協力者だ。と認めたことに注目していた。大輔は小林の通話記録に残された番号の持ち主を特定し、その人物が真の黒幕である可能性を探るため、さらに捜査を進めることにした。まず、大輔は通話記録の番号を徹底的に調査し、その番号が田中一郎の秘書である山田明美のものであることを突き止めた。大輔は田中と話し合い、山田明美への聞き込みを行うための協力を得た。田中は驚きを隠せなかったが、明美がそんなことをするはずがない。と語りつつも、全面的に協力を約束した。山田明美への聞き込みは慎重に行われた。彼女は最初は何も知らないと主張していたが、大輔の鋭い質問に次第に動揺し始めた。彼女の証言と小林の供述を照らし合わせると、矛盾が次々と浮かび上がり、彼女が何かを隠していることが明らかになっていった。その夜、大輔は田中一郎と共に事件の全貌を再検討した。田中は、明美が犯人だとは思えないが、彼女の背後に誰かがいるのかもしれない。と話した。大輔はその可能性を探るため、明美の過去を詳しく調べることにした。調査の結果、山田明美がかつて大手企業に勤めていた時期に、不正取引に関与していた疑惑が浮上した。彼女はその後、田中の秘書として雇われ、清廉潔白なイメージを作り上げていたが、裏では依然として犯罪に手を染めていた可能性があった。大輔はさらに調査を進め、明美が吉田美咲の誘拐に関与している証拠をつかんだ。彼女が誘拐計画を立て、小林を実行犯として利用していたことが明らかになった。明美の目的は、吉田家の財産を狙ったものであり、複雑な陰謀が背後に隠されていた。大輔は明美を逮捕し、取り調べを開始した。明美は最初は全てを否認していたが、証拠が揃うにつれて次第に真実を語り始めた。彼女の供述により、事件の全貌が明らかになり、美咲さんの居場所も突き止められた。山本大輔刑事は、すぐに捜索隊を編成し、美咲さんが監禁されている場所へ向かった。彼女は無事に救出され、事件は解決に向かって大きく動き出した。大輔は美咲さんの無事を確認し、安堵の表情を浮かべた。その後、明美と小林は裁判にかけられ、法廷で彼らの罪が明らかにされることとなる。山本大輔刑事の迅速かつ冷静な捜査により、札幌の冷たい冬の中で起こった誘拐事件は無事に解決した。大輔は改めて、法と正義を守ることの大切さを実感し、今後も真実を追い求める決意を新たにした。札幌の街には、再び平和が訪れた。山本大輔刑事の迅速かつ冷静な捜査のおかげで、誘拐された吉田美咲は無事に救出され、犯人の山田明美と小林直樹は逮捕された。事件の全貌が明らかになり、法廷での戦いが始まろうとしていた。札幌地方裁判所の法廷では、緊張感が漂っていた。山田明美と小林直樹の裁判が始まり、検察側と弁護側の攻防が繰り広げられた。証人として呼ばれた大輔は、
捜査の経緯と集めた証拠について詳細に証言した。明美の動機は、吉田家の財産を狙ったものであり、小林を使って誘拐計画を実行に移していたことが明らかにされた。彼女の背後には、さらに大きな犯罪組織が存在する可能性も示唆されたが、今回の裁判では明美と小林の罪を立証することが最優先となった。証人席には、救出された美咲も立ち、誘拐の詳細と恐怖の日々について語った。彼女の証言は、犯人たちの罪を確定させる重要なものとなった。一方で、田中一郎も証人として登場し、明美が秘書として働いていた時のことを語った。田中は彼女が不正取引に関与していた過去を知らず、信頼していたことを悔やんでいた。彼の証言もまた、明美の罪を裏付けるものとなった。裁判は数週間にわたって続いたが、最終的に陪審員たちは被告人の有罪を確信した。判決の日、法廷は静寂に包まれていた。判事が判決を読み上げた。被告、山田明美及び小林直樹に対し、誘拐及び共謀の罪により有罪を宣告します。山田明美には懲役20年、小林直樹には懲役15年を言い渡します。判決が下り、法廷内に安堵のため息が広がった。山本大輔刑事は、ついに事件が解決したことを実感し、肩の荷が下りたような気持ちだった。美咲の家族は大輔に感謝の意を伝え、彼の努力と献身に深い感謝の意を表した。美咲もまた、本当にありがとうございました。と涙ながらに感謝の言葉を述べた。事件が解決し、札幌の街には再び平和が訪れた。大輔は、これからも真実を追求し、法と正義を守るために全力を尽くす決意を新たにした。冷たい冬の中で始まったこの事件は、正義が勝利し、平和が戻ることで幕を閉じた。山本大輔刑事の名前は、札幌の人々の記憶に深く刻まれた。そして彼は、また新たな挑戦へと歩みを進めるのであった。証拠の迷宮。大阪の高級住宅街に佇む豪華な邸宅。その夜、映画監督の田中俊夫が毒殺されるという衝撃的な事件が発生した。警察が到着すると、現場には数多くの証拠が散らばっていたが、捜査は難航を極めた。最も疑わしいのは、俊夫の妻である田中美咲だった。彼女は夫と対立していたことが知られていたが、完璧なアリバイを持っていた。事件当日の夜、美咲は友人たちと食事をしており、多くの目撃証言が彼女の無実を証言していた。警察はその矛盾に頭を悩ませ、捜査が進むにつれて美咲が犯人であるとの確信を強めたが、証拠が不足していた。その時、若手弁護士の森下玲子がこの事件に関わることとなった。彼女は美咲の弁護を依頼され、彼女の無実を証明するために全力を尽くす決意を固めた。玲子は冷静に事件の詳細を分析し、矛盾点を洗い出し始めた。まず、玲子は事件当日のアリバイを再確認するために、美咲の友人たちに話を聞くことにした。友人たちは一様に美咲がその夜、レストランにいたことを証言したが、玲子は微妙な食い違いに気づいた。さらに、彼女はレストランの防犯カメラ映像を確認し、そこで奇妙な点を発見した。映像には、美咲がレストランに入る姿が映っていたが、
彼女の表情や態度が普段と違っていた。玲子は直感的に美咲が何かを隠していると感じた。また、映像には見知らぬ男性が彼女の近くに座っている様子も映っていた。次に、玲子は事件現場に残された毒物の出所を追跡し始めた。毒物は入手が困難なものであり、特定のルートを経なければ手に入らないことが判明した。彼女はそのルートを調査し、毒物の供給者にたどり着いた。一方、玲子は敏夫の映画業界での人間関係にも注目した。彼は多くの人々と対立しており、恨みを持つ人物が少なくなかった。玲子は敏夫の同僚や友人、さらには彼の過去の作品に関わった人物たちに話を聞き、彼の人間関係の複雑さを理解していった。捜査が進むにつれ、玲子は次第に真実に迫っていった。事件の背後には、思わぬ人物が関与している可能性が浮かび上がってきた。そして、彼女は最終的に、美咲のアリバイが偽装されたものであり、真犯人が彼女を陥れるために巧妙な罠を仕掛けたことを突き止めた。玲子の冷静な分析と鋭い洞察力によって、事件の真相は次第に明らかになっていく。しかし、これが終わりではなかった。真犯人を法廷で追い詰めるため、彼女の戦いはこれからが本番だった。森下玲子弁護士は、田中美咲のアリバイが偽装されたものであり、真犯人が彼女を陥れるために巧妙な罠を仕掛けたことを突き止めた。次のステップとして、彼女は証拠を整理し、法廷で美咲の無実を証明するための戦略を練り始めた。まず、玲子は防犯カメラ映像に映っていた見知らぬ男性について調査を進めた。彼の身元を突き止めるため、彼が出入りしていたレストランやカフェ、そして当日の行動を徹底的に洗い出した。やがて、彼の名前が浮上した。彼は高橋真一といい、敏夫の過去の作品に関わっていた映画プロデューサーだった。玲子はすぐに高橋を訪ね、話を聞いた。高橋は初めは協力的だったが、次第に言葉に詰まり、疑わしい態度を見せ始めた。玲子は彼が何かを隠していると確信し、さらなる調査を進めた。彼の過去のプロジェクトや敏夫との関係を調べる中で、二人の間に深い確執があったことが判明した。同時に、玲子は毒物の供給ルートをさらに掘り下げて調査した。供給者は地下組織に属する人物で、彼は自らの身を守るために、玲子に匿名で情報を提供した。供給者によると、毒物は高橋の指示で購入されたことが確認された。玲子はこれらの証拠をもとに、高橋真一が真犯人であることを確信し、彼を法廷で追及する準備を始めた。しかし、彼を告発するには確固たる証拠が必要だった。そこで、彼女は美咲の協力を得て、高橋との接触を計画した。美咲は自身の無実を証明するために、積極的に協力を申し出た。計画の当日、玲子と美咲は高橋と接触し、彼の無意識の発言や態度を記録するために密かに録音機を仕掛けた。高橋は美咲に対して優位に立とうとし、彼女が犯行を認めるように誘導しようとしたが、その過程で自らの関与をほのめかす発言をしてしまった。玲子はこの録音を手に入れ、直ちに法廷に持ち込んだ。法廷では、録音された証拠とともに、防犯カメラ映像や毒物の供給ルートに関する証拠を提出し、高橋の関与を証明した。高橋は最初は無実を主張していたが、次第に追い詰められ、
最終的には犯行を認めた。玲子の冷静で鋭い弁護によって田中美咲の無実は証明され、彼女は解放された。一方で高橋真一は逮捕され、裁判にかけられることとなった。玲子の活躍により大阪の高級住宅街で起こったこの事件は無事に解決し、平和が戻った。森下玲子弁護士が高橋真一の関与を暴き、田中美咲の無実を証明したことで事件は解決に向かい始めたが、玲子は高橋の供述に何か引っかかるものを感じていた。彼が真犯人であることは間違いないが、事件にはまだ解明されていない部分が残っているように思えた。玲子は事件の全貌をさらに追求することを決意した。高橋の取り調べが進む中で、彼が単独で犯行を計画し実行したとは思えない証拠が次々と浮上してきた。特に毒物の供給ルートや犯行時の詳細な計画が一人で実行するにはあまりにも精緻に組み立てられていた。玲子は新たに入手した証拠をもとに、高橋が他の共犯者と協力して犯行を行った可能性を考えた。彼女は再び田中美咲の協力を得て、事件に関わった可能性のある人物たちを調査し始めた。まず、玲子は映画業界の内部事情に精通するため、俊夫の同僚や元部下に話を聞いた。彼らの中には俊夫と対立していた人物も多く、その中には特に疑わしい行動をとっていた者がいた。玲子は彼らのアリバイを確認し、詳細な聞き込みを行うことで、新たな手がかりをつかんだ。その中で、玲子は映画制作会社の幹部である藤田孝也という人物に注目した。藤田は俊夫のプロジェクトに関与しており、高橋とも親しい関係にあった。玲子は藤田の行動を調査し、彼が事件当日に高橋と密会していたことを突き止めた。さらに調査を進めると、藤田が高橋と共に俊夫の成功を妬んでいたことが明らかになった。彼らは俊夫を排除することで、自分たちの地位を確立しようとしていたのだ。玲子はこの証拠をもとに、藤田の自宅を捜索する許可を取り、そこで決定的な証拠を発見した。藤田の自宅には、俊夫の殺害計画が詳細に記されたメモや、毒物の購入履歴が残されていた。玲子はこの新たな証拠を持って、再度法廷に臨んだ。法廷では、藤田の関与を証明するために、彼の行動や高橋との関係を詳細に説明し、集めた証拠を提示した。藤田は最初は無実を主張していたが、玲子の冷静で鋭い追及により次第に追い詰められ、最終的には犯行を認めざるを得なくなった。藤田の自白により、事件の全貌が明らかになった。彼と高橋は共謀して俊夫を毒殺し、美咲に罪をかぶせることで計画を成功させようとしていたのだ。玲子の徹底した捜査と法廷での巧みな弁護によって、二人の犯行は完全に暴かれた。田中美咲は再び無実が証明され、事件は完全に解決した。玲子の活躍により、大阪の街には再び平和が戻った。彼女はこれからも真実を追求し、法と正義を守るために全力を尽くす決意を新たにした。森下玲子弁護士が高橋真一と藤田孝也の共謀を暴き、事件は解決に向かっていた。しかし、玲子はまだ事件の裏に何か大きな陰謀が隠されているように感じていた。彼女は事件の全貌を解明するために、さらなる調査を続ける決意を固めた。まず、玲子は藤田孝也の供述を詳しく聞き出すことにした。藤田は、自分たちが犯行に至った経緯を話し始めた。
彼によると、映画監督の田中俊夫は業界内で多くの敵を作っていたが、特に大物プロデューサーの池田健二との対立が原因で命を狙われていたという。池田健二は映画業界で強大な権力を持つ人物で、俊夫が彼の影響力を削ぐようなプロジェクトを進めていたことに対して強い恨みを抱いていた。玲子はこの情報をもとに、池田の動向を調査することに決めた。玲子は池田健二についての情報を集めるため、業界内の関係者に接触し始めた。彼の過去の行動や、俊夫との対立の詳細を調べる中で、池田が陰で多くの違法な取引を行っていたことが明らかになった。玲子は池田が俊夫を殺害する動機を持っていることを確信し、彼の行動をさらに詳しく追及することにした。玲子はまた、池田の会社の財務記録や取引履歴を調査し、不正な資金の流れや不透明な取引が多数見つかった。特に、俊夫の殺害に関連する資金の移動が確認され、これが決定的な証拠となり得ることが判明した。次に、玲子は池田の部下である佐藤隆一に接触した。佐藤は最初は池田を擁護していたが、玲子の説得により次第に協力的になり、池田の違法行為についての詳細な証拠を提供した。彼の証言により、池田が俊夫の殺害を計画し、高橋と藤田を利用して実行させたことが明らかになった。玲子はこれらの新たな証拠をもとに、池田を告発する準備を進めた。法廷では、池田の弁護団が強力な反論を展開したが、玲子は冷静に証拠を提示し、池田の関与を証明していった。特に、佐藤の証言と財務記録の不正が決定的な要素となり、池田の無実を証明することは不可能となった。池田健二は最終的に逮捕され、法廷で有罪判決を受けた。俊夫の殺害事件の真相は完全に解明され、田中美咲の無実も改めて証明された。玲子の徹底した捜査と法廷での冷静な弁護によって、大阪の高級住宅街で起こったこの複雑な事件は完全に解決した。玲子は事件の解決に喜びを感じつつも、法と正義を守るためにこれからも尽力する決意を新たにした。彼女の名前は、業界内外で広く知られることとなり、大阪の街には再び平和が訪れた。森下玲子弁護士の徹底した捜査と、法廷での冷静な弁護により、池田健二が有罪となり、映画監督田中俊夫の殺害事件は完全に解決した。池田の違法行為と彼の陰謀が暴かれ、田中美咲の無実も改めて証明された。裁判が終わり、法廷から出ると、田中美咲は涙を流しながら玲子に感謝の意を伝えた。本当にありがとうございました。あなたのおかげで真実が明らかになり、私は自由になれました。と美咲は声を震わせて言った。玲子は微笑みながら、あなたの信じる勇気が私を支えてくれました。これからは自由に生きてください。と答えた。一方で、映画業界は大きな衝撃を受けていた。池田健二の逮捕と彼の違法行為の暴露により、多くの人々が彼との関係を再考し、業界全体での改革が求められる声が高まっていた。玲子の行動は、ただ一つの事件を解決するだけでなく、業界全体の浄化に向けた第一歩となった。玲子自身も、この経験を通じて多くのことを学んだ。真実を追求することの重要性、法と正義を守るために戦うことの大切さを再確認し、今後も自分の信念に従って行動する決意を新たにした。彼女の名は、大阪だけでなく全国的に広まり、
多くの人々から尊敬と信頼を集めることとなった。事件が解決し、平和が戻った大阪の街。玲子は事務所の窓から外を眺め、静かに心の中で感謝の言葉を述べた。これからも真実を追い求めるために全力を尽くす。と、彼女の決意は揺るがず、次なる挑戦に向けて歩みを進めていくのだった。裁きの真実。神戸の港町で有名な画家、黒田真一が失踪したという報告が神戸地方検察庁に届いた。黒田は日本国内だけでなく海外でも評価の高い画家で、その作品は高値で取引されていた。失踪のニュースは瞬く間に広がり、世間を騒がせた。捜査を担当することになったのは、ベテラン検事の高田剛だった。彼は過去の敗北を糧に数々の難事件を解決してきた経験を持ち、今回の事件も真実を突き止める覚悟で臨んでいた。失踪事件の捜査が進む中、黒田の恋人である村田美咲が容疑者として逮捕された。美咲は黒田の作品のモデルでもあり、彼と深い関係にあった。しかし、彼女は一貫して無実を主張し、黒田の行方について何も知らないと語っていた。高田は彼女の証言に疑問を持ちつつも、冷静に事実を追求することを決意した。まず、高田は美咲のアリバイを確認するために、彼女の周囲の人々に話を聞いた。友人や近隣住民、そして美咲の仕事仲間から詳細な証言を集めることで、彼女のアリバイが確かなものであることが分かった。しかし、それでも高田は事件の真相を追求するために捜査を続けた。どうしても彼女が無実なら、他に誰が黒田を消したんだ。真実は必ず存在するはずだ。と、高田は自らに問いかけながら捜査の糸口を探した。彼は黒田のアトリエを訪れ、作品や彼の私生活に関する情報を集めることにした。アトリエでは、黒田の作品に込められたメッセージや、彼が最近接触していた人物のリストが見つかった。特に、黒田が描きかけていた絵には、何か重要な手がかりが隠されているように思えた。高田はその絵を詳しく調べ、絵に描かれた人物が誰なのかを突き止めるために、美咲や黒田の友人たちに話を聞いた。一方、美咲は取り調べの中で、新一が何かに悩んでいるようだった。最近は誰かに脅されているような気配もあった。と語った。高田はこの情報をもとに、黒田の過去の人間関係を洗い直し、彼を脅していた可能性のある人物をリストアップした。高田は、事件の背後にある陰謀を解明するために、証拠を一つ一つ積み重ねていった。やがて、黒田の失踪には彼の作品に絡む複雑な人間関係と、巨大な利権が絡んでいることが明らかになっていった。真実を暴くため、高田はさらに捜査を進める決意を固めた。高田剛検事は、黒田真一の失踪事件の捜査を進める中で、彼のアトリエで見つかった書きかけの絵と、彼を脅していた可能性のある人物のリストを手がかりに、さらなる調査を開始した。黒田の作品には彼の人間関係や内面が反映されており、それを解明することが事件の解決につながると考えた。高田はまず、黒田が最近接触していた人物の中から、特に疑わしい者たちに絞り込み、彼らに直接話を聞くことにした。その中には、黒田のライバルである同業の画家や、
彼の作品を高値で取引していた美術商が含まれていた。彼らの証言から黒田が巨額の借金を抱えていたことが判明した。借金を返済するために何か危険なことをしようとしていたのかもしれない。と高田は考えた。彼は美咲と再び面会し、黒田の財政状況や彼が最近関わっていたプロジェクトについて詳しく尋ねた。美咲は、新一は新しいプロジェクトにかけていた。でも、そのことでますますストレスを感じていたみたい。と答えた。一方、黒田のアトリエから見つかった書きかけの絵についても調査が進んでいた。その絵には、一人の男性が描かれており、その人物が黒田にとって重要な存在であることは明白だった。高田はその男性が誰なのかを突き止めるために、美咲や黒田の友人たちに話を聞き続けた。この絵の男性は誰ですか？何か手がかりはありませんか？と高田は美咲に尋ねた。美咲は少し考え込んでから、その男性は黒田の元弟子の村上亮太です。亮太は最近黒田と再会していました。と答えた。村上亮太の名前が浮上し、高田はすぐに彼に接触することにした。村上は黒田のアトリエで学び、彼の影響を強く受けたは絵画家だった。亮太は黒田の失踪について何も知らないと主張したが、その態度にはどこか不自然さがあった。高田は亮太の証言に疑念を抱き、彼の行動を監視することにした。さらに、亮太の過去の作品や経歴を調査する中で、彼が黒田の作品を模倣し、その一部を売りさばいていたことが明らかになった。亮太は黒田の影響から逃れることができず、彼の名声を利用して自身の地位を築こうとしていたのだ。高田は次第に、村上亮太が黒田の失踪に深く関与していることを確信し始めた。彼は亮太を問い詰め、黒田との再会後に何が起こったのかを詳しく聞き出すことに成功した。亮太は最初は抵抗していたが、高田の冷静な追及により次第に真実を語り始めた。黒田先生は僕に自分の新しいプロジェクトについて話してくれました。でも、そのプロジェクトがあまりにも危険で、僕は反対しました。すると、先生は急に姿を消したんです。と亮太は語った。高田はこの証言をもとに、黒田が取り組んでいた新しいプロジェクトの詳細を探り始めた。そのプロジェクトには多くのリスクが伴い、彼が失踪した原因がそこにある可能性が高かった。高田は亮太の協力を得て、黒田の行方を追い求める決意を新たにした。高田剛検事は、村上亮太の証言をもとに、黒田真一の新しいプロジェクトの詳細を探り始めた。亮太は黒田が取り組んでいたプロジェクトの一部を知っていたが、全体像を把握していなかった。高田は亮太の協力を得ながら、黒田が関わっていたプロジェクトの真相に迫ることにした。亮太の証言によると、黒田は自分の名声を利用して、新しい形式のアートを創造しようとしていた。しかし、そのアートには巨大な資金が必要であり、彼は多額の借金を抱えることになった。高田はこの情報をもとに、黒田が資金を調達した経緯を調べることにした。まず、高田は黒田が借金をしていた金融機関や個人投資家を訪ね、彼がどのようにして資金を集めていたのかを確認した。そこで判明したのは、黒田が違法な手段で資金を調達していたという事実だった。彼は高利貸しから巨額の金を借り、その返済に苦しんでいた。この借金が原因で何かトラブルが起きたのかもしれない。と高田は考えた。
彼は黒田の借金に関与していた人物たちを一人一人追及し、彼らの証言を集めることにした。多くの証言が集まる中で、黒田がある特定の人物から脅迫を受けていたことが明らかになった。その人物は、神戸の裏社会で影響力を持つ高橋圭介だった。高橋圭介は、黒田に対して厳しい返済要求を突きつけ、支払えなければ命を狙うと脅していた。高田はこの情報をもとに、高橋圭介に接触することを決意した。しかし、高橋は警戒心が強く、簡単には情報を提供しないだろうと予想された。高田は慎重に高橋圭介の周囲を調査し、彼の弱みを握るための証拠を集め始めた。その過程で、高橋が他にも多くの違法取引に関与していることが判明し、その証拠を集めることで彼を追い詰める計画を立てた。一方、黒田のアトリエで発見された書きかけの絵についても調査が進んでいた。亮太の協力のもと、絵に描かれている男性が高橋圭介であることが確認された。この事実が明らかになると、高田は高橋の関与が確実であると確信し、彼を逮捕するための準備を進めた。高田は警察と協力して、高橋圭介の逮捕に踏み切った。高橋は最初は抵抗したが、集めた証拠が彼の罪を明白にしていたため、最終的には自らの関与を認めざるを得なくなった。高橋の供述により、黒田真一の失踪事件の全貌が明らかになった。高橋は黒田を脅迫し、彼の新しいプロジェクトに資金を提供する代わりに、不正な取引を強要していた。黒田がそれに反抗したため、高橋は彼を消す計画を立てたのだ。事件の真相が明らかになると、高田は村田美咲の無実を証明するために、法廷での戦いに備えた。彼は集めた証拠をもとに、美咲の無実を証明し、高橋圭介の罪を追及するための準備を整えた。高田剛検事は、黒田真一の失踪事件の真相を解明し、背後にいた高橋圭介を逮捕することに成功した。高橋の供述によって、事件の詳細が次第に明らかになっていった。高橋は黒田を脅迫し、不正な取引に巻き込もうとしていたが、黒田がそれに反抗したため、彼を消そうとしたのである。高橋が法廷に立つ日がやってきた。高田は、黒田真一の失踪に関する証拠をすべて整理し、法廷で高橋の罪を追及する準備を整えた。村田美咲の無実を証明するためにも、今回の裁判は非常に重要だった。法廷に立った高橋は最初は無実を主張し、自分が黒田の失踪に関与していないと断言した。しかし、高田は冷静に証拠を提示し、高橋が嘘をついていることを明らかにしていった。彼は高橋の違法取引や脅迫行為について詳細に説明し、黒田との関係を暴露した。被告は黒田真一氏を脅迫し、不正な取引を強要しようとしました。彼がそれに反抗したため、被告は彼を消そうと計画したのです。と高田は法廷で述べた。彼は証人として村上亮太を呼び、高橋と黒田の関係についての証言を得た。亮太は、黒田先生は高橋さんから多額の借金をしていました。でも、高橋さんの要求には絶対に従わないと言っていました。と証言した。この証言により、高橋の脅迫行為が明らかになった。さらに、高田は高橋の取引履歴や黒田のアトリエから見つかった証拠を提示し、黒田が失踪する直前に高橋と会っていたことを証明した。法廷には、
黒田の書きかけの絵も持ち込まれ、高橋の関与を示す重要な証拠として提出された。この絵には高橋圭介氏が描かれています。黒田氏は彼に対する恐怖と怒りをこの絵に込めていたのです。と高田は述べた。高橋は次第に追い詰められ、最終的には自分の罪を認めざるを得なくなった。そうだ、俺がやった。あいつが俺の要求に従わなかったから消すしかなかったんだ。と彼は法廷で叫んだ。高橋の自白により、事件の真相は完全に明らかになった。村田美咲の無実も証明され、彼女は自由の身となった。美咲は涙を流しながら高田に感謝の意を伝えた。本当にありがとうございます。あなたのおかげで真実が明らかになりました。と彼女は言った。高田は微笑みながら、これからは安心して過ごしてください。と答えた。彼の冷静な捜査と法廷での巧みな弁護により、神戸の港町に再び平和が訪れた。高田剛検事は、高橋圭介の自白によって黒田真一の失踪事件の全貌を解明し、村田美咲の無実を証明することに成功した。高橋は法廷で自らの罪を認め、厳しい刑が下されることとなった。美咲は自由の身となり、再び平和な生活を取り戻した。事件が解決し、高田は深く息をついた。長い戦いだったが、真実を明らかにするための彼の努力は実を結んだ。美咲は涙を流しながら高田に感謝の意を伝えた。あなたのおかげで真実が明らかになり、私は救われました。本当にありがとうございます。と美咲は声を震わせて言った。あなたの勇気があったから真実にたどり着けました。これからは安心して過ごしてください。と高田は優しく答えた。法廷を出た高田は、心に新たな決意を抱いていた。これからも法と正義を守るために全力を尽くし、真実を追求することを誓った。彼の名は、神戸の人々の記憶に深く刻まれ、尊敬と信頼を集めることとなった。事件が解決し、神戸の港町には再び平和が訪れた。高田は事務所の窓から外を眺め、静かに心の中で感謝の言葉を述べた。これからも真実を追い求めるために全力を尽くす。と、彼の決意は揺るがず、次なる挑戦へと歩みを進めていくのであった。法の探偵。香川の瀬戸内海に面した静かな町。この町は温暖な気候と美しい海岸線に恵まれ、観光地としても知られている。山本明美はこの町に引っ越してきた主婦であり、かつては有名な弁護士として活躍していた。しかし、あるミスがきっかけで弁護士の職を辞め、この静かな町で新たな生活を始めることを決意したのだ。明美は町の人々と友好な関係を築き、静かな生活を送っていた。そんなある日、町の有力者である田中義雄が突然の死を遂げる。彼は地元で尊敬される人物であり、その死は町全体に衝撃を与えた。警察は事件性はないと判断したが、明美は何か引っかかるものを感じていた。この町で何かが起きている。田中さんの死はただの事故なんかじゃない。と明美は心の中で思った。彼女の直感が正しければ、田中の死には隠された真実があるはずだった。田中の遺産をめぐる争いが始まり、地元の有力者たちが次々と不審な死を遂げる。町全体が不安に包まれる中、
明美は再び法の力を駆使して事件の真相に迫ることを決意した。彼女はかつての同僚である警察官の高橋正樹に連絡を取り、協力を依頼する。高橋さん、私たちでこの事件を解決しましょう。田中さんの死には何か裏があるはずです。と明美は強い意志を込めて言った。高橋は少し驚いたが、彼女の決意を感じ取り、協力を約束した。山本明美は、田中義雄の死が事故ではなく、背後に何か大きな陰謀があると確信していた。彼女はかつての弁護士としての直感を信じ、事件の真相を追求するために行動を開始した。まず、彼女は田中の家族や近しい人々に話を聞くことにした。田中の家は町の中でもひときわ目立つ大邸宅で、彼の家族は町の名士として知られていた。明美は田中の妻である悦子に会い、彼の死について話を聞いた。悦子は深い悲しみに沈んでいたが、何かを隠しているような様子があった。田中さんの死について何か気になることはありませんか？と明美は優しく尋ねた。悦子は一瞬ためらったが、やがて話し始めた。実は、義雄は最近、誰かに脅迫されていたようなの。毎晩、電話がかかってきて、義雄はそれを非常に恐れていたわ。と彼女は語った。脅迫？明美は驚きながらも、さらに詳しく尋ねた。誰がそんなことをしていたのか心当たりはありますか？わからないの。でも、義雄は遺産のことで何かトラブルを抱えていたみたい。と悦子は言った。明美はこの情報をもとに、田中の遺産をめぐる争いについて調べ始めた。彼の遺産は相当な額であり、それを狙う者たちがいることは間違いなかった。彼女は田中の遺産を管理している弁護士に会い、遺産の詳細を確認した。その弁護士は、田中の遺産が非常に複雑で、多くの人々が関与していることを明美に説明した。田中さんの遺産はいくつかの信託基金や不動産に分かれており、それぞれに利害関係者がいます。最近、彼の遺産をめぐる訴訟も増えていました。と弁護士は語った。それらの訴訟について詳しく教えていただけますか？と明美は尋ねた。弁護士は少し考えてから。もちろんです。ただ、これらの情報は非常に機密性が高いので、慎重に扱ってください。と念をした。明美は田中の遺産をめぐる訴訟の詳細を調べる中で、いくつかの名前が浮かび上がった。その中でも特に目立つのは、地元の実業家である佐藤健一だった。佐藤は田中と過去にビジネス上のトラブルを抱えており、彼の遺産を狙っている可能性が高かった。明美は佐藤に接触するために、彼の会社を訪れた。佐藤は最初は協力的だったが、田中の死について話すと態度が一転し、明らかに警戒心を抱いた。佐藤さん、田中さんの死について何かご存じないですか？と明美は直球で尋ねた。いや、何も知らない。ただ、彼が遺産をめぐってトラブルを抱えていたことは知っている。と佐藤は冷たく答えた。明美は佐藤の態度に疑念を抱き、さらに彼の行動を調査することに決めた。彼女は高橋正樹警察官と協力し、佐藤の過去や現在のビジネス取引について詳しく調べ始めた。佐藤が何かを隠していることは明らかだ。彼の行動を徹底的に調査し、真実を突き止める必要がある。と明美は高橋に言った。わかった。俺も全力で協力する。と高橋は力強く答えた。
山本明美と警察官の高橋正樹は、田中義雄の死の真相を追及するために、地元の実業家である佐藤健一の行動を調査し始めた。佐藤は田中の遺産をめぐるトラブルに深く関与している可能性が高く、彼の過去や現在のビジネス取引について詳しく調べる必要があった。明美はまず、佐藤の会社の財務記録や取引履歴を確認し、不正な資金の流れや違法な取引がないかを調査した。その過程で、佐藤が田中と過去に大きなビジネストラブルを抱えていたことが判明した。特に、田中が所有していた一連の不動産をめぐる取引で、佐藤が不正な手段を用いて利益を得ていた疑いが浮上した。佐藤が田中を脅迫していた可能性がある。と明美は高橋に言った。彼のビジネスのやり方はかなり強引で、田中にとって大きな脅威だったに違いない。高橋もこの見解に同意し、さらに調査を進めることにした。二人は佐藤のビジネスパートナーや元従業員に話を聞き、彼の手法や過去のトラブルについての証言を集めた。多くの証言から、佐藤が脅迫や威圧を使ってビジネス上の問題を解決してきたことが明らかになった。佐藤が田中に対しても同じ手法を使った可能性が高い。と高橋は言った。彼が田中を脅迫し、その結果として田中が命を落とした可能性がある。明美と高橋は、次に佐藤のアリバイを確認するために、事件当日の彼の行動を詳しく調べた。佐藤は事件当日、重要な会議に出席していたと主張していたが、その会議の出席者に話を聞くと、彼の証言にはいくつかの矛盾があった。佐藤のアリバイには疑問が残る。と明美は言った。彼が田中の死に関与していた証拠を見つける必要がある。その後、明美は田中の家族や友人にも再度話を聞き、彼が脅迫を受けていた証拠を探した。田中の息子である健一は、父は最近、夜中に電話を受けて非常に緊張していた。誰かに脅されていたに違いない。と証言した。さらに調査を進める中で、明美は田中が亡くなる前に書いたメモを発見した。そのメモには、佐藤の名前とともに、脅迫、不正取引、命の危機、といった言葉が記されていた。これは田中が佐藤に脅されていた証拠となり得るものだった。山本明美と高橋正樹は、佐藤健一の自白をもとに、田中義雄の死の真相を法廷で明らかにするための準備を進めた。彼らは佐藤の不正取引や脅迫行為の証拠を集め、法廷で佐藤を追及する計画を立てた。法廷での初公判の日がやってきた。明美は弁護側として立ち会い、佐藤の罪を証明するための証拠を提出した。彼女は冷静に、かつ緻密な論理で佐藤の行動を追及していった。被告人は田中義雄氏を脅迫し、不正な手段で遺産を手に入れようとしていました。その結果、田中氏は命を落としました。と明美は改訂の挨拶で述べた。彼女の言葉には強い決意が感じられた。法廷では、田中の家族や友人、そして佐藤のビジネスパートナーたちが次々と証言に立った。田中の息子である健一も証人として登場し、父は最近、夜中に電話を受けて非常に緊張していた。誰かに脅されていたに違いない。と証言した。さらに、田中が残したメモが証拠として提出された。このメモには佐藤の名前とともに、脅迫、不正取引、命の危機、といった言葉が記されており、田中が佐藤に脅されていたことが明確に示されていた。このメモは、
田中氏が亡くなる前に書き残したものです。彼は佐藤被告に脅され、命の危機を感じていました。と明美はメモを掲げながら説明した。一方、佐藤の弁護士は彼の無実を主張し、田中の死は事故であると反論した。しかし、明美はさらに詳細な証拠を提示し、佐藤の脅迫行為や不正取引の実態を暴いていった。被告人は過去にも同様の手法で他人を脅迫し、不正な利益を得てきました。この事実が彼の悪質な行為を裏付けています。と明美は言い切った。最終的に、佐藤は自らの罪を認めざるを得なくなった。確かに、私は田中を脅していました。でも、殺すつもりはなかった。ただ、遺産を手に入れたかっただけだ。と彼は法廷で自白した。佐藤の自白により、事件の真相は完全に明らかになった。田中義雄の死は事故ではなく、佐藤の脅迫によるものだった。佐藤は有罪判決を受け、厳しい刑が下されることとなった。法廷を出た明美は、深く息をつきながら高橋に感謝の意を伝えた。あなたの協力がなければ、この事件を解決することはできなかった。ありがとう、高橋さん。と彼女は言った。高橋は微笑みながら答えた。こちらこそ、明美さん。あなたの決意と知識がこの事件を解決に導いたんだ。これからも頑張ってください。事件が解決し、町には再び平和が訪れた。明美はかつての失敗を乗り越え、再び法と正義を守るための決意を新たにした。彼女の名前は町の人々の記憶に深く刻まれ、尊敬と信頼を集めることとなった。山本明美と高橋正樹は、佐藤健一の自白をもとに、田中義雄の死の真相を法廷で明らかにした。佐藤は有罪判決を受け、町に再び平和が訪れた。事件の解決により、明美は再び法と正義を守るための決意を新たにし、町の人々から尊敬と信頼を集めることとなった。事件が解決した翌日、明美は家の窓から瀬戸内海の美しい風景を眺めながら、深く息をついた。再び法廷に立ち、真実を追求する喜びを感じることができた。これからも、この町で法と正義を守り続けよう。と彼女は心に誓った。その頃、町の人々も事件の解決を祝っていた。田中義雄の家族や友人たちは、明美に感謝の言葉を伝えた。あなたのおかげで、父の名誉が守られました。感謝しています。と健一は涙を浮かべながら言った。明美は微笑みながら答えた。私はただ真実を追求しただけです。これからも皆さんと共にこの町の平和を守っていきたいと思います。その後、明美は町の図書館で地元の法律相談会を開き、住民たちの悩みや問題に耳を傾けるようになった。彼女の知識と経験を生かし、多くの人々の問題を解決する手助けをした。ある日、明美は高橋と一緒に海辺を歩いていた。高橋は、明美さん、あなたの決意と行動力には本当に感心します。これからも力を合わせて、町の平和を守っていきましょう。と言った。明美は微笑んで答えた。もちろんです、高橋さん。私たちの力を合わせて、この町をより良い場所にしていきましょう。香川の美しい海岸線に夕日が沈む中、明美と高橋は新たな挑戦に向けて歩みを進めていった。法と正義を守るための彼らの旅は、まだ始まったばかりだった。